ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。テラー、クス。今回紹介するのは、サウンドピーツの新商品、サウンドピーツエアサンデリュークス、プロとかマックスを通り越してついにはデラックスときた。エアーの名前を冠するイヤホンとしては第3世代、エアーさんの名前を冠するイヤホンとしても3代目の本作。ぶっちゃけ、エアーさんは、自分の愛用するサウンドピーツ製品の中でも出番の多さがトップ。というのも、半開放型の気軽な装着感、そして同類の他ブランドの商品と比べて圧倒的な音質。エアーさんとエアーさんプロは、外観、音質の部分で共通の要素を持っているので、今回は普段と逆に、音質、そしてこのエアーさんデラックス特有の、強化要素についての順番で話していこう。エアーさんとエアーさんデリュークスは、外観の面で共通だ。黒の艶消しの本体、ガンメタリックのバッジ、妙に浮くことがなく、でもサウンドピーツのロゴが他社とは違う印象を与える。サウンドピーツの半開放型は、エアーポズなどと比べて若干アジア人向けに最適化されていて、日本人の耳にも収まりがいいのが特徴だ。ケースは若干横に大きくなって、ピアノブラックの塗装が施されている。充電端子はもちろんタイプ C、大型化に伴い、充電回数もアップして、組み合わせると合計21時間の連続動作が可能になったぞ。エアさんをなんで一番おすすめするのか？それは音質が好みだから。エアさんとエアさんデリュークスの音質に関わる要素は完全に同じで、14.3mm のバイオセルロース振動板を採用した、ダイナミックドライバが担当する。バイオセルロースとかいう横文字が並ぶと、なんだかとっつきづらく感じるかもしれないけど、バイオセルロース振動板は、めちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、植物などの繊維を振動板の形にした、めちゃくちゃ簡単に言ってしまうと、紙などに近い、紙よりすごい振動板だ。普通の紙振動板と比べると、強度、柔軟性、高音域の反応など、いろんなところに味が追加されている。エアーさんのレビューでもめちゃくちゃ褒めているんだけど、このエアーさん系列の半開放型に組み合わされたバイオセルロース振動板、とにかく空間の響き方が自然で、高音域に若干優しさはあるものの、紙振動板のような鈍重さも感じないし、普通のソリッドな印象を与える振動板とは一味違う、温かみと明瞭さのちょうどいいところに位置する振動板だ。この手の小さなイヤホンで聞く人間の歌声は、ちょっと乾燥感が強くて、軽くなってしまうこともあるんだけど、バイオセルロース振動板には、しっかりとした重みとしっとりとした体温を感じるなり方、金属音にもある程度対応でき、全体的に温かみがあるんだけど、自然な抜けもある。と、個人的には一番絶妙な半開放型イヤホンであると感じてるぞ。音色も分解しておこうか。高音域は、金属系や炭素系素材もしくはコーティング振動板に比べると若干優しいんだけど、安価な紙や樹脂振動板に比べて、しっかりと出ているというバランス。中音域は魅力的。特に、女性の声なんかは、鋭くなりすぎず、それでいてぬるくもなりすぎないという、バイオセルロース振動板らしい特性を感じることができる。全体的には低音がちょっと強めだけど、それを押し切れる量感もあるぞ。でもって、低音域、ここも、イヤホンよりもスケール感の大きい、余裕のある音色、音は半開放なので、自然に広がる印象、狭すぎたりもしないので、長時間使っていても自然に感じられる音だ。ここは、エアーさんの時点で素晴らしかったので、何も手をつけていないのがむしろ正解だと思う。さて、それじゃ、本題のエアさんとの違いについて。と言っても、何度も言う通り、エアさんの完成度は、その時点でかなり高い。音質は同じ、連続動作時間が5時間なのも同じだ。おまけに、エアさんの時点でゲームモードも搭載されてる。エアさんでもいいのでは？いやいや、重要な要素を忘れてる。エアさんに特に求められていたもの、それはイコライザ機能だと思う。というか、サウンドピーツのイヤホン全般にだな。サウンドピーツエアさんデリュークスは、初のイコライザ公式対応。半開放型はどれもこれも音質的に低音域がちょっと分厚すぎる、と考える人も多いので、イコライザを使って、適度に低音域を削ってやることができるのは、大きなメリットだろう。ちなみに、イコライザは専用アプリで設定できる。イコライザだけではなく、ゲームモードなどの切り替えも可能だ。また、エアさんデリュークスは、耳から外すと自動的に再生が止まるセンサーもついているんだけど、これ、ついてると嬉しい人と、ついてない方が嬉しい人がいる。安心してほしい、アプリでオンオフが可能だ。ちなみに、このアプリ、まだ出来たてだからか、日本語でしっかり使えるんだけど、登録の際に送られてくる認証コードが中国語。認証コードは、登録時に必要なメールアドレスに送られてくるんだけど、きっちり迷惑メールになってたので、その点はよく注意するように。
実際、イコライザはあんまり必要に感じてなかったんだけど、人と通話するときに、特に声の太い人と通話するときなんかは、低音軽減モードが非常に役に立った。エアー系列のイヤホンは、2つのマイクを使って音声を拾っているので、通話時の性能も良好だ。ちょっと試しに、喋ったものを聞いてもらおう。おっさんの声が流れるぞ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビュースミさんの文さんです。こちらはクーラーが効いた部屋で今話してるんですが、サウンドビーツの Air 3 Deluxe で実際に録音した音声になります。声は聞き取りやすいでしょうか？結構ね、サウンドビーツ系はマイクにもこだわった印象があって、今まで外れがなかったので、通話にもきっと使えると思います。いかがかな？ここも、エア3無印から引き続き、聞き取りやすい音声だな。というわけで、音質、基本性能などはしっかりエア3譲り、そこに、待望の自分の設定を入れられるイコライザ機能と、きちんと必要不要で切り替えられる、自動再生停止機能がついてきた、という、かなり重要な機能向上版が、エア3デリュークスだ。ちなみに、エア3とエア3デリュークスは、ほとんど同じ商品、というのはこの紹介で分かったと思うが、ノイズキャンセリング機能付きのエア3プロは音質、機能的に全くの別物なので注意が必要。あっちはそもそも密閉型なので、マジで間違って買うと後悔するぞ。というわけで、エア3デリュークス、予算に余裕があるなら積極的にこっちを選んでいきたい。アプリの画面もシンプルで扱いやすいので、イコライザも使って活用するのはいかがかな。といったところで今回はここまで。